はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は疲れたし、お弁当にしよう。せっかくだからスタミナつけるために焼肉弁当でも食べたいな。今日はそんな現代の忙しさに疲れてスタミナ補給したい人におすすめの動画です。焼肉弁当をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日は焼肉屋さんの焼肉弁当を3つ買ってきました。画面向かって左から牛角、焼肉ライク、安楽亭です。焼肉弁当ってお弁当屋やコンビニ、スーパーなどでも定番ですよね。今日は焼肉屋の焼肉弁当はどんな感じなのか詳しく比べてみます。牛角は牛カルビ弁当780円です。割り箸とおしぼりとコチュジャン、マヨネーズが入っています。焼肉ライクは網焼き牛カルビ弁当650円です。割り箸とおしぼりと紅生姜が入っています。安楽亭は焼肉カルビ弁当745円です。割り箸、おしぼり、焼肉のタレ、お口直しの飴、10% の割引券が入っています。それぞれ付属品の違いもありますね。各お店での焼肉の楽しみ方はそれぞれ動画にしているので、まだ見てない方はぜひご覧ください。蓋を開けてみましょう。ちょっと焼肉ライクの蓋が取れないのでカットしちゃいます。こうやって見てみると焼肉ライクは値段も安い分ナムルなどの付け合わせはありません。牛角と安楽亭は全体の構成は似ていますね。牛角はもやしナムル、ほうれん草ナムル、ゼンマイです。安楽亭はもやしナムル、ほうれん草ナムル、キムチの構成です。パッと見た印象として牛角は唐辛子を使用したようなタレがかかっていてピリ辛そうな味付けの印象です。焼肉ライクは無駄がなくザ焼肉弁当といった感じです。安楽亭はタレが付属しているからか全体として肉の色が薄いような気がします。それでは各社のお肉の量はどんな感じか測ってみましょう。肉好きな人としてはここが大事なポイントですよね。牛角は15枚 81g です。枚数が結構多めですね。焼肉ライクは10枚 71.5g です。牛角よりも1枚は少し大きめです。安楽亭は8枚で 76g です。他の2店舗に比べると大きさもですが厚さも少し厚めな気がします。肉をどかすとご飯部分も各社それぞれ違いがありますね。牛角は海苔とネギが敷かれています。これは牛角名物のカルビ専用ご飯ですね。焼肉ライクは海苔やネギなどはなくここでもシンプルを貫いています。他2店舗に比べるとご飯にかかっているタレの量は多そうです。安楽亭も海苔が敷かれていますが牛角に比べると少なめです。各店のこだわりが感じられますね。それでは次はご飯の重さを測ってみましょう。まずは牛角です。 265g です。お肉と合わせると 346g です。次は焼肉ライクです。 316g です。お肉と合わせると 387.5g です。安楽亭 190g です。お肉と合わせると 266g です。各社すべて並盛りですが結構開きがありますね。もりもり食べたい育ち盛りのキッズには量こそ正義ですよね。どれだけ安くたくさんお腹を満たせるのか、量と値段という視点だと圧倒的に現在焼肉ライクが優位です。せっかくなので付け合わせの量も測っておきましょう。牛角のゼンマイ 11g、 ほうれん草 13g、 もやし 13g です。安楽亭キムチ 24g、 もやし 17g、 ほうれん草 27g。 付け合わせは安楽亭は多めです。それでは時を戻そう。では3つの弁当を食べて味を確かめてみましょう。いただきます。今回は牛角の箸で全部食べてみます。まずは牛角の肉です。ちょっとピリ辛の甘じょっぱい味付けです。肉は薄めで1枚も食べやすい大きさです。焼肉ライクです。しっかりと焼かれた感じがしますね。味はライクの甘じょっぱい味付けで焦げ感があって香ばしいです。安楽亭です。肉の塩気がありますね。先の2店舗に比べると肉の厚さがあってボリューミーです。ご飯に行く前に付け合わせを食べてみましょう。付け合わせでキムチがあるのがいいですね。匂いの問題とかで入れないお店もありそうですが焼肉弁当だとあるとありがたいですね。次はご飯だけで食べてみましょう。
まずは牛角です。ネギのシャキッとした食感と海苔のタレの染みた感じがいいですね。いいアクセントになっています。次は焼肉ライクです。こうやって容器を持ち上げてみるとやっぱりずっしりとしています。タレがしっかりと染み込んでいて味が濃いめです。濃いめの味付けが好きな自分としてはこれは評価高いですね。次は安楽亭です。この段階で食べるとご飯にタレは染みてないです。ここでタレの登場です。これで完成形です。次はいよいよ肉と一緒に食べてみましょう。なるほど。安楽亭はタレをかけると一気に変化します。これが正解ですね。悩ましいけど味で言うとライクの味が好みかもしれません。肉をしっかりと焼いてある感じがご飯とよく合います。後掛けの安楽亭の感じも自分で調整ができるのでありがたいです。全部かけるとちょっとタレが多いかもしれません。かけた方が間違いなく肉もご飯も美味しくなります。牛角ももちろん美味しいです。パラメーターで表すならかなり平均値に寄せている感じがします。焼肉弁当とはこれなのかもしれません。唯一尖っているとすればこのコチュジャンとマヨネーズですよね。マヨネーズをつけるあたりはかなりジャンクな感じがします。初めから少しピリ辛めな味付けにさらに甘辛なコチュジャンはバッチリ合いますね。途中で味変したい人にはありがたいです。10代だったらこのマヨネーズに喜びを感じてましたが、この年齢になるとそこまでマヨネーズに惹かれなくなっている自分がいます。マヨネーズ好きな人からするとついてくるのは嬉しいですよね。ピリ辛な甘じょっぱいタレとマヨネーズはもちろん合います。でも一口二口で満足です。すべて食べ比べたけど味だけを考えるとライクが一番好みですね。肉に関しては安楽亭の肉がジューシーで満足感があります。牛角は平均的ですね。ご飯に関しては牛角のカルビ専用ご飯がいいですね。ちょっとしたアクセントのネギとかがあると食べていて飽きません。牛角は韓国っぽい味付けで安楽亭はちょっと和を感じさせますね。焼肉ライクはちょっとついている紅生姜を添えることで途中で肉の脂っぽさを中和できます。なかなか普段食べ比べることはありませんが比べて食べてみると色々発見があって面白いですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。焼肉弁当の違いいかがでしたか？皆さんの好きな焼肉弁当あればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。